こんにちは、快適アートです。春の水彩イラスト第2弾は前回のチューリップに引き続き白木蓮の花を描いていきます。下絵を水彩紙に固定してそれを転写していきます。転写紙は自作しています。鉛筆をこすりつけた紙を下に敷いて転写しています。今回はサブモチーフが白木蓮の花なんですが、この手の部分に重なっているところだけは少し工夫して描いていこうと思います。すべて転写できたら次は墨を使って線画を描いていきます。線画用の墨をすっていきます。すった墨に水を加えて線画を描いていきます。細い瞑想筆を使って線画を描いています。髪の毛の線や眉毛の線など細かい線は線画の段階で入れておきます。ペンの線画とは違い抑揚をつけながら描くことができます。線画がすべて描けたら着彩していきます。墨雲堂の絵墨目を使っていきます。まずは肌のベースの色から塗っていきます。肌の色味を全体的に塗ってから光が当たっているところだけ白抜きをしていきます。水気を拭き取った筆で吸い取るような感じで白いと光が当たっているところの色を塗っていきます。口や目元に色味を追加したり陰影を描いていきます。人体を塗るときは全体的にぼかした感じで塗っています。一度色を置いてからその周りを水気を少し吸い取った筆でグラデーションにして塗っています。肌の下塗りはかなり薄めにしています。薄めの色合いで全体的な立体感や色の調子を整えながらだんだんと濃くしていく感じです。眉など細かいところの色味も加えていくとだんだん人間らしさが出てきます。目の色味は茶色と赤のグラデーションに、瞳孔の部分は紫みの色味をにじませて作りました。薄い絵の具の層を重ねるようにしてだんだん色味を濃くしていきます。今回は全体的に白っぽい色味にするので、この人の肌の色味もかなり薄い色味で塗っています。髪のベースの色味は紫にしました。陰っているところに向かって緑色になるようにグラデーションを使っています。メイクをしていくような感じで顔に色味を足していきます。今回は目玉の立体感をかなり意識して塗ってみました。目の目頭と目尻の方は濃く塗って真ん中のところは明るく残しています。後でキラキラ絵の具も上からのせていきます。黄色、緑、朱色の絵墨で塗っていきます。格子状の柄を避けるようにして淡い色味でグラデーションを作りながら塗っています。3色の絵の具をバランスよくランダムに配置しています。上の方は少し薄い色味にしています。水っぽい絵の具を塗っておいて、そこに色をにじませていくような感じで色を塗っています。次に鳳凰の周りに隈取りをしていきます。隈取りというのはこういうシルエットを目立たせるために周りにぼかしを入れて少し強調するような作業です。歌舞伎の目の周りに入っている赤いのも隈取りと言いますが、こういう作業のことを日本画では隈取りと呼んでいます。紫と緑をベースに塗った髪の毛の色味に違う色味も追加していきます。
明るく見せたいところは少し黄色いラインを入れています。暗く見せたいところには青と緑を混色した色を使っています。影になっている部分を払うようなタッチで陰影を描いていきます。唇の部分に色味を重ねています。着物の色味に合わせたりしながら少し顔の色味も調節しています。こういう調節の作業も入ってくることを考えて最初から薄めに塗っています。濃いめに塗ってしまうとどうしても色味の修正がしにくくなるので、少しずつ薄い層を重ねながら色味を整えていく感じです。ハイライトを抜きたいところを綿棒を使って抜いています。柔らかい白抜きを作るのに便利です。向こう側の手を描いていきます。着物の残りの部分も塗っておきます。鳳凰のベースの色を塗っていきます。羽の構造のパーツごとに色味を分けてみました。金色の岩彩も使っていくので、それも考えて少し濃いめの色をのせています。髪飾りも塗っていきます。一つ一つのパーツにグラデーションをつけながら塗ってみました。単色でも2色でもグラデーションをつけると華やかになると思います。次にガラスペンを使っていきます。今回はこのガラスペンに水彩絵の具を使っていきます。キラキラの絵の具だとちょっと描くのが難しかったんですが、シャバシャバした絵の具だと普通に描けるということが分かりました。濃いめの色で描いていきます。こんな感じで普通につけペンっぽい感じで描けます。シャバシャバした絵の具の場合だとそんなに水加減は難しくなかったです。最近2本目のガラスペンをようやく買う決心がついて注文しました。制作に少し時間がかかるそうなんですが、3月中には動画を出せたらいいなと思っています。次は吉祥の岩彩を使って白木蓮を描いていきます。使う色をお皿に出しておいて、それを混色しながら使っていきます。この手の部分の白木蓮は透けているような表現にしてみました。イメージは中側からピカッと光っているような感じで、電球のような光り方をしているのを想定して描いています。中側が光っているので外側に影ができているように描いています。つぼみや枝の色味も塗っておきます。岩彩で着物の柄の色味を入れていきます。何色かに分けて格子状の部分を塗っています。すごく誤算だったんですが、この作業が意外と一番時間を取った気がします。次に呉竹の金の岩彩を使います。もう結構使い古してきて底が見えてきました。柄に線を入れたり少しディテールを加えていきます。ガラスペンで加えた黒い線と少し重なるような感じで描いています。黒っぽい線の上から少しずらして金を使っていくことによって金の色味が入ると思います。髪飾りにも金色を使っていきます。次にアクリルガッシュのホワイトを使います。アクリルガッシュは水彩の白や岩彩の5分よりかなりはっきりと白くなります。格子柄のラインの中に模様を描いていきます。すごく細かい柄になってしまったんですが、小、竹、梅の3種類の柄と唐草模様を描いてみました。帯揚げもちりめん風に塗っていきます。カタカナのロをたくさん描くような感じで描いています。
次にファインテックプレミアムという水彩の具を使います。こちらは変光色の色味が6色入ったセットです。今回はピンク×ターコイズの色味を選びました。見る角度によって色味が変わります。この角度からは赤っぽい色味に見えています。どんどんお花を描いていきます。金色も使っていきます。少し白っぽくなるような混色した金色を作りました。これで細かい柄を描き入れたり縁取りをしたりしていきます。花の真ん中の部分を白くしたかったのでアクリルガッシュも使いました。次はまたファインテックプレミアムなんですが、こちらはパールカラーのイリデセントカラーになっています。全部白に見えるんですが、角度を変えると色味が見えてきます。絵柄の上から重ねていきます。光ると柄が見えたり見えなくなったりします。白木蓮の花を加筆していきます。枝の様子も詳細に書き込んでいきます。線描するような感じで色味を置いた後に少しドライのブラシで叩くようにしてなじませています。バッグの白木蓮にもイリデセントカラーを使っていきます。光っているという設定なので内側の部分に金色を入れました。真正面から見ると光っていないんですが、斜めにすると光ります。お化粧のハイライトと同じ要領で顔にも入れました。背景には角度を変えないと見えない霞の模様を入れました。仕上げの作業をしていきます。アクリリックのイリデッセンスを使います。10色セットなんですが、クロマパールイエローのみ使っていきます。水を加えてよく溶きます。薄い色味を顔全体にかけていきます。他の部分にも全体的にラメラメを散らしていきます。クロマパールイエローでハイライトを描いていきます。少し盛り上がるように絵の具を置いてから指で潰すと色味が見えてきます。最後にコピックのマルチライナーを使います。ウォームグレーという色味で描いていきます。墨の線画が真っ黒ではないので、この色味がすごくちょうどいいです。少し茶色っぽい感じのグレーなので、きつすぎずいい感じにまつげが描けます。遅れ毛なども描き足して完成です。それでは完成を見ていきます。うっすらと後ろのモチーフが透けている光った白木蓮を描きました。他の白木蓮も少し金を散らしていきたかったので、全て光っている設定になっています。着物の柄はかなりごちゃっとたくさんの柄があるんですが、上からパールの色味を重ねることによって統一感を出しました。春のキラキラ水彩イラストシリーズは次の作品でも続きます。春の花といえばこれだなというような定番のお花を描くので、もしよかったら次の回も見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。